栗原心平のガストーチクッキング。皆さんこんにちは、栗原心平です。今回はこのガストーチを使った料理をご紹介していきます。僕自身はこのガストーチは例えばチーズを溶かしたり、お肉や魚に焼き目をつけたり、香ばしさを出すために表面を炙ったり、砂糖を溶かしたりしてデザートにも使ったりします。でも使い方で注意しなければいけない点もあるので、今回はそのあたりも説明しながら料理のご紹介をしていきます。今回作る料理はサーモンの炙り寿司。そしてこのガストーチはアウトドアでも便利に使えますので、アウトドア料理も一品プレミアムフレンチトーストを作ります。ではサーモンの炙り寿司を作っていきます。材料はこちらになります。サーモンはできるだけ脂の乗ったものを選んで、炙った後にその効果が分かりやすいものを選ぶといいと思います。ではご飯を混ぜていきます。酢飯に関しては寿司酢を使う場合、寿司酢の裏側に酢飯の分量と書いてあるので、その分量通りで結構だと思います。酢飯にはいりごまを混ぜ込んでおきます。しっかりめ。あんまりガシガシ混ぜちゃうとお米の粘り出ちゃって重くなっちゃうので、さっくりとですね。じゃ先にご飯を器に盛り付けてしまいます。ちょっと形よくなるように、ちょっと山形というのかな、山なりというのかな。ではサーモンをスライスしていきます。目の流れに沿ってこういうカットですね。こちら側が頭ですね。こちらが尻尾になります。まず最初に斜めに沿いて、ちょっと乗せていくと。できるだけ盤面を多く取りつつ、薄すぎると炙った時に反対側も火が通ってしまうので、このぐらいの厚さがいいでしょうね。2ミリ3ミリぐらいですかね。こうやってね、脂の多い魚を炙って食べるっていうのもこのガストーチのね、いい一つの機能ですよね。表面炙ってもその脂はだんだん下に流れていくじゃないですか。そうするとお米の方にもちょっと流れるんですよ。それも香り旨味になりますよね。じゃあサーモンを酢飯の上に盛り付けたら、ここで炙るのに使うのがガストーチです。ガストーチは料理の楽しさや美味しさを広げてくれるとても便利なアイテムです。でもあまり使ったことがない方もいると思うので、ここで正しい使い方をご紹介したいと思います。まずガストーチは形が同じに見えても製品によって使い方が違う場合がありますので、最初にしっかり取扱説明書を読んでおきましょう。続いてガストーチと燃料のカセットボンベの取り付け方です。ガストーチは必ずカセットボンベを立てた状態で取り付けます。そして点火する時も必ず立てた状態で点火します。焼き目をつけたりする時に傾ける時も点火してからしばらく待って火が安定してから傾けます。使い方を間違えると大きな赤い炎が出たりすることがあります。注意して使いましょう。では早速ガストーチでサーモンを炙っていきます。まず点火します。この火の当たる位置をまず僕は確認しますね。こうやって当てる時にどのぐらいの距離で食材にこう当たるのかっていうのを確認しますね。まずサーモンに関してはこのぐらいの火加減で今このぐらい当たってます。このぐらいの距離を維持しながらあまり当たりすぎないようにこのように炙っていく。そうするとこうやって表面だけきれいに色がついてきますね。とこうやってサーモンの表面の油を浮かせるのをこのガストーチでやると非常に上手に油が浮いてくれます。そしたらこの油が浮いた部分に塩をしていきます。この油が浮いた部分に塩をすることで、まだ表面少しだけぬるいのでちょっとだけ塩が溶け始めて浸透圧で中に味が入るんですね。もう塩と薬味とすだちだけで十分ですね。だからお醤油とかいらない。最後に青じそ、みょうが、青ネギを順にのせてすだちを半分に切って横に添えたらサーモンの炙り寿司の完成です。少しだけすだちを絞ります。ではいただきます。すだちの酸味がとてもいいですね。やっぱ表面を炙ってそのサーモンの表面に油が浮いてる状態なので、最初に口の中に入った時にその油が触れますよね。で油から溶けるようにして表面の柔らかくなった身に触れて生の身に行くので、とろけるようなサーモンの味わいになりますね。かつやっぱり焦げ目が少しついているので、この香ばしさ
これも炙り寿司の魅力だと思います。さあ外に出てまいりました。僕は個人的にもアウトドアが趣味なので、キャンプですねが趣味なので、よくガストーチも使ってます。で今度はガストーチを使って仕上げるプレミアムなフレンチトーストを皆さんにお伝えしたいと思います。で材料はこちらです。割と素朴ですね。では進めていきます。まずですね、ミルクジャムを作ります。牛乳とお砂糖でミルクのジャムが簡単に作れます。牛乳入れます。でここに上白糖を入れて火をつけます。で最初ちょっとお砂糖を溶かしつつ、すごい鳥が鳴いてますね。さすが大自然。沸いてきたら弱火にし、時々混ぜながら5分から10分ほど煮詰めます。軽くとろみがついたら火を止めて冷ませばミルクジャムの出来上がりです。次に生クリームと卵、バニラエッセンスをミルクジャムと混ぜ合わせます。そこに3、4センチの厚さに切ったバケットを入れ、液を吸わせるように両面をぎゅうぎゅうと押し付けたら、落としラップをして30分ほど置きます。バケットがたっぷりと液を吸ったら、バターを熱したフライパンに並べ、蓋をして弱火でおよそ3分ずつ両面ともこんがりと焼いたら、いよいよ仕上げの工程です。じゃあここでついにガストーチの登場でございます。プレミアムフレンチトーストという名前なんですが、もうここまでで結構すでにしっかりとしたどっしりとしたプレミアムなフレンチトーストなんですけど、最後にこのガストーチを使ってもうワンランク上のプレミアムフレンチトーストを作っていきます。まずグラニュー糖ですね。割としっかりめにかけて、でこのグラニュー糖を炙ることによってですね、要はクリームブリュレの上の部分カチカチですよね。お砂糖でのパリパリをここで作ってですね、プレミアム感を上げていくという。で一度ガスを出して火をつけたら、そしたら斜めにできる準備ができたので、少し火加減弱めつつ、あんまり強いとね一気にいってしまうんですね。当たりを確認しながら当てていきます。ふつふつと砂糖が溶けてきますね。そうするとこう光沢が出ます。光沢ができたら OK。 最後にお好みでメープルシロップをかければプレミアムフレンチトーストの完成です。はい、中までしっかり入ってますね。でこの表面カリカリです。いただきます。すごいです。ベース自体もしっかりプレミアムな感じで、ミルクジャム入ってるし生クリーム入っていて、どっしりとしっかり重いんですけど、逆にグラニュー溶かしたパリパリの部分が軽くさせる感じがありますね。最高に美味しいリッチなプレミアムフレンチトーストができました。今回はガストーチを使った料理をご紹介しました。正しい使い方をすれば誰でも簡単に安全に扱うことができます。料理の見た目にも華やかさを加えたり、味に関しても香ばしさを加えるなど、いろいろな活用方法があると思います。ぜひ使ってみてください。